こんにちは、ヨンヤオの川です。皆さん、金物マガジンってご存知ですか？で、これ、金物屋さんに置いてある金物のフリーペーパーなんですよ。めちゃくちゃマニアックじゃないですか。で、どっちかっていうと大工系の、工具とか、刃物とかが紹介されているものなんですけども、これがですね、金物マガジン100号、記念号なんですよ。で、これ去年の8月に、100号記念号で、今までの振り返りとかしててすごく面白いんですけども、あとこれですね、大阪の会社さんが発行されていて、これお金いただいて何かやってるとかではなくて、僕からですね、これ紹介させてくださいってメール送ってですね、了承を得てですね、今回、カノンマガジンの方を紹介させていただいております。はい。で、これ100号記念号がすごい面白くて、今までの特集とかが紹介されてるんですよ。で、熱いなと思うのが、会社訪問シリーズがあって、企業訪問シリーズがあって、ボリューム34、日本にはしごを広めた男の物語。めちゃめちゃ面白そうじゃないですか。何と思って。いや、いいっすよね。とか、あと、リングスターの話とか、あとは、オルファ、カッターのオルファ、あれの大解剖とか、あれ解剖するのっていう。いや、いいっすよね。とか、あと食べ物シリーズもあって、アイラブカップラーメンっていう、で今回の新しい最新号、6月最新号らしいんですけど、それもですね、アイラブカップラーメンボリューム3という内容になっていて、あとカレー特集とか、あと当然のようにギア特集ですね、充電工具とか、レーザーの特集とかもあったりします。あと服装物とか、あとこれですね、金物の街を訪ねる。金物の街行きたいですけどね。家族旅行だとなかなか行けないじゃないですか。もう俺だけキャッキャしてても家族置いてきぼりですからね。だから、そうなんですよね。三条市とか行ってみたいなとは思うんですけども、なかなか家族連れだと難しいな。でもそれでも今度、どっかのタイミングで行きたいなというふうには、思っております。はい。などなどですね、いろんな特集があってすごい面白いです。で、あと、この100号記念号周辺もまた面白くて、まずですね、99号が、無言っていう職人名鑑ですね。無言シリーズっていうのが職人にインタビューするようなシリーズなんですけども、それの前編があるんですよ。で、100号を挟んで、101号後編が来るっていう。いいですよね。この100号をですね、この職人名鑑無言シリーズ100号挟んでくるっていう。この構成もまたいいですよね。分かってるなっていう感じがしてすごいいいんですけど。あとですね、あと、102号もいいですよ。102号フラグシップ特集です。いいですよね。これも、これ見てて、安住削り出しの水平器とか、あと、神話さんの差し金だと、カンゴロシリーズですよね。とか、あと、これいいっすよね。KD さんのスケール。で、僕、神話さん好きなんですけど、水平器ちょっとゴツゴツしぎじゃないですか。青いやつ。近未来感がちょっと受け付けないなと思ってて、で、この KDS さんの僕好んで黄色いやつ使ってるんですよ。でもこのフラグシップあるの知らなくて、この、いいっすね。このリブ付きボディと、シンプルでかっこいいんですよ。海外製品みたいですよね。かっこいいなと思って。でもこれメイドインジャーマニーだから、輸入っぽいんですよね。そう。でもこの、海外っぽい、このシンプルなデザインが僕は結構好きで、KDS さんは使ってるんですけど、でもこれ輸入かもしれないですね。はい。でもかっこいいんですよ。あとこの、マッハさんの高圧ホース。黒地に金色の文字で入ってる。かっこいい。マットな黒ってかっこいいですよね。あとこの上のスタイムさんのドリルスタンドもかっこいいですよね。とか。あとこれ、基本的な構成は半分特集とか記事になってて、半分広告になってます。で、その半分の広告もまた面白いですよ。で、毎回同じもの出てるわけじゃなくて、メーカーは大体同じようなところが出てるんですけど、扱う商品とかが結構、変えて出てるので、毎回、こんなのあるんだとか、こういう商品あったんだなみたいな感じで、すごく勉強になるというか、欲しくなっちゃうっていう感じがしてて、いや、すごく広告も楽しめます。はい。ということで、これ、ホームページに行くとですね、バックナンバーも見ることができます。で、ただ、JPEG なんですよ。だから、文字拡大したらですね、文字潰れてて読めないんですよね。なんとなく読めるけど、ちょっとわかんねえな、みたいなところもあるので、で、これ、YouTube でこれ紹介させてくださいってメールを送ったときに、これ個人的なお願いなんですけど、バックナンバー、PDF になりませんかみたいなのを書いて送ったんですよ。そしたらですね、なんとですね、8月にリニューアルがあって、そこから PDF になる予定ですというふうにご連絡いただきました。
楽しみですね。だから僕が読みたいボリューム34のはしごを広めた男の物語、あれが読めるというですね。だから、楽しみだなというふうに思ってます。はい。で、あと、これはですね、ホームページの方にも、全国ですね、どこのお店に置いてるかっていうのも、一覧ですかね、出てるので、お近くのところの、お店探してですね、ぜひお手に取っていただければ、どんなものなのか分かっていただけるかなと思います。で、多分、このチャンネル見てるような人はですね、多分好きな人結構いるんじゃないかなと思ってるんですけども。はい。ということでですね、金物マガジンの方ですね、ご紹介させていただきました。はい。僕結構、金物屋さん巡り好きなんですよね。地方の方とかに行って、小さい金物屋さんとか訪ねるの結構好きで、たまに掘り出し物あったりするじゃないですか。前先輩がなんかすごい安い値段で男盛り、有名な名の缶あるじゃないですか。あれを買ってたりとか、あと僕も、もう信じられないような値段で天然砥石売ってて、大丈夫ですかいいんですかみたいな。もうどうせ売れんからいいみたいな感じで、すごい安く、買わせていただいたりとか、たまに掘り出し物があったりとか、こういうの探してたんですよね、みたいなのもあったりとかするので、結構街中の金物屋さん、好きで巡ってたりとかします。そういうのもなんか金物マガジンすごく好きです。はい。ということで、ぜひ皆さんも、読んでみてください。どうもありがとうございました。